どうも、単独歩行者です。突然ですが、気軽に乗れるバイクとして 125cc のバイクはかなり魅力的ですよね。一昔前は安いけれどデザインや性能がいまいちというような状況が多かった記憶がありますが、最近は各社魅力的な車種がラインナップされ活気づいています。そんな中、気になるニュースが出ていました。そのニュースとは、原付免許で 125cc バイクが乗れるというもの。そう聞くと、現在原付免許しか持っていない人も、モンキー125に乗ろうかな、YZF、R125 に乗ろうかな、と、期待に胸を膨らませるかもしれませんが、それをしてしまうと無免許運転になるので注意が必要です。というのも、規則見直しで運転可能になるのは、条件を満たした 125cc バイクです。その条件とは、最高出力を 4kW 以下に制御した 125cc 以下のバイクです。最高出力 4kW とは原付と同等なので、原付と同等の性能の 125cc であれば乗っても良いということになります。また、最高時速や2段階右折などは現行の法律と変わらずです。つまり、私たちには全く影響のない規則改正ということですね。それもそのはず、今回の規則改定は2025年に施行される国内排出ガスの第4次規制が 50cc 以下のバイクに適用されることになりますが、新基準を満たすことが困難だというメーカーからの声に応えた対応だからです。少し前からニュースや X でも話題になっていたので、ワクワクしていた人からするとがっかりな内容かもしれません。しかし、がっかりするのはまだ早い。今まで 50cc のバイクと 125cc のバイクはそれぞれ開発が必要でした。そのため 50cc は売れ筋のスクーターがほとんどになります。しかしこれからは 125cc の出力を下げれば原付として売れるので、今あるラインナップの低出力バージョンが原付免許で乗れる未来も来るかもしれません。最後に少し問題となりそうな部分についても触れておきます。今回の対応については、おそらく各社、新設計の低出力エンジンの開発ではなく、現行エンジンをベースに ECU やリストリクターで出力を制限するのではないかと思います。これらの制限を気軽に解除する人が出てくる可能性もあります。考え出したらキリがありませんし、運転者のモラルに任せるほかありませんが、原付免許で 50cc をもアップしたバイクに乗っているという状況より、改造も安易で危険性も一段階高いと感じます。まあ、そんなことする人いないよね。対応車種の販売は2025年11月頃になると思いますので、楽しみに待ちましょう。と、本日はこんな感じで、話題になっている原付免許の規則見直しについて話しました。皆さんもこの問題について何かご意見ありましたら、ぜひコメントしてください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、また次の動画で。